こんにちは、青22号です。タミヤの24分の1、アストンマーティン DBS の製作の続きです。今回はまず、インテークマニホールドの塗装から進めていきます。このパーツは、白と黒と銀の3色で塗り分けていくことになっていますが、まず最初に黒を先に塗って、乾いた後にその色で残す部分をマスキングします。マスキングが終わったら白を塗っていきます。発色的には黒の上から白を塗って発色させるのは多少難しくはなるのですが、使っているファンデーションホワイトの隠蔽力を信じてしっかりと塗り重ねていきます。なおファンデーションホワイトは艶ありで仕上がるので、映像は省略しますが、上から EX フラットクリアを重ねて艶を落としてあります。それらが乾いたら白で残すところをマスキングします。そして3色目のシルバーを塗っていきます。シルバーの下地は白よりも黒系の方が塗りやすいですが、白の上から塗っています。今回黒と白のシルバーをこの順番で塗ったのは、発色を考慮した塗り重ね順よりもマスキングのしやすさを重視したからです。塗装が終わったのでエンジンに取り付けていきます。接着にはゴム系接着剤の G クリアを使います。ちなみにインマニに貼ることになっているメタルインレットはすでに貼り付けてあります。エンジン周りのその他のパーツも同様に取り付けていきます。エンジン周りが出来上がったので、シャシーに内装部分を接着します。ここの接着には流し込み接着剤を使っています。これでシャシー周りが完成です。サイドミラーを塗り分けていきます。全体をボディと同じ色で塗った後、黒で塗り分けるためのマスキングをしていきます。まず細く切ったマスキングテープで塗り分けの輪郭を作ります。必要な分よりも長めに切ったものをとりあえず貼って、不要な部分は現地でデザインナイフでカットします。カットするときは刃を引いて切るのではなく、押さえつけて切ります。こうすることで貼ったテープが移動してずれるのを防ぎます。輪郭の内側は形に合わせて切ったテープを貼ります。面積が小さいので、細切れに切ったもので埋めるとテープ同士の隙間ができてマスク漏れしやすくなるためです。マスキングが終わったらセミグロスブラックを塗ります。面積が小さいので少しずつゆっくりと重ねていきます。塗装が完全に乾いたらマスクを剥がしていきます。窓のゴム部分を塗っていきます。窓枠のシルバーの部分はすでに塗装済みですが、そのフレームと窓ガラスの間には密閉性を高めるゴムシール的な部分があります。それを塗っていきます。まずは細切りにしたマスキングテープをフレームのエッジに合わせて貼っていきます。フレームは美しい曲線になっていますが、貼っている細切りテープは直線のものを使っています。これを貼るときに少しずつ曲げながら貼っていきます。カーブが急なところは貼っていくと曲線の内側にシワができますが、しっかりと押さえてシワを小さくしておきます。このシワはマスク漏れを起こすことがありますが、この後に塗るのはエナメル系の黒なので、万が一マスク漏れとなっても拭き取れるので大丈夫です。とはいえ、できるだけシワを押さえて漏れないようにしてます。細切りテープで輪郭を作り終えたら、少し太めに切ったテープをその周りに貼っていきます。細切りテープの隣にいきなり太いテープを貼ると、太いテープが形に追従しきれなくて、テープ同士の間に隙間ができやすくなるためです。なので、中間くらいの太さのテープを貼って、ワンクッション作ることで、マスク漏れをより確実に防ぐことができるようになります。全体のマスキングが終わったら、タミヤエナメルのセミグロスブラックを塗ります。
エナメル系は乾くのが遅いので、いきなり多く塗るとドボドボになるだけで流れてしまいます。なので砂吹きになりそうなくらい少しずつ塗っていきます。何度も往復してゆっくりと色をつけていきます。ちなみにボディの前端と後端のマスキングにはテープだけではなくビニール袋も使ってマスキングしています。今回のマスキングで重要なのは窓付近だけなので、ボディの前端と後端はビニール袋を切ったビニールでマスキングしています。ビニールだと柔軟性があるので紙などよりも形に追従しやすいというメリットがあります。またテープで細かく貼っていくよりも全体を大雑把に覆うことができるという利点もあります。塗り分けた境界はややギザギザになっています。というわけでエナメル溶剤を含ませた綿棒を使って境界のギザギザを整えていきます。ラッカーの上に塗ったエナメルの塗膜はエナメルだけをエナメル溶剤で拭き取ることができます。この性質を利用してギザギザになっている塗膜の境界を拭き取って一直線の境界に整えていきます。窓ガラスのパーツのクロセラ部分を塗っていきます。塗り分け用のマスキングシールがキットに付属しているので、それを使ってマスキングしていきます。タミヤなのでシールの形や大きさはかなり正確なので、何も考えずにそのままガラスパーツに貼っていきます。メーカーによってはパーツのモールドとシールの寸法が微妙に合っていないこともありますが、今回のキットに関しては特にその辺のところは気にしなくていいようです。ただし表側は自分でテープでマスクする必要があります。マスキングが終わったら EX フラットブラックを塗っていきます。やはり少しずつ塗っていきます。一気に塗ると塗料が流れて境界に集まりやすくなり、マスク漏れの原因となることがあります。塗装が完全に乾いたらマスクを剥がしていきます。そしてボディに接着していきます。接着には G クリアを使います。G クリアはのりしろ全体に塗るのではなく、できるだけのりしろの端の方につけるようにします。ボディに合わせて押さえた時に G クリアが表にはみ出てくるのを防ぐためです。はみ出たとしてもペタペタとやって取り除くことができますが、やはりそもそもはみ出さないことが大事です。また G クリアは透明パーツに触れると跡が残ることがあるので、そういう意味でも透明パーツでは注意が必要です。ルームミラーを仕上げていきます。表面は付属のメタルインレットを使って再現します。そしてやはり G クリアで所定の位置に接着します。ご覧いただきありがとうございました。また次回お会いしましょう。青22号でした。